はい、皆さんこんにちは、高谷です。本日は2024年4月7日です。本日は HKT48 のコンサートが開催されます。コンサート名は HKT48 春のコンサート2024ホップ、ステップ、ジャンプです。会場は福岡市民会館です。このコンサートは3月9日に福岡サンパレスホールで第1回目が開催されており、本日は2回目のコンサートです。昼コンサートと夜コンサートがあります。昼コンサートは14時から、夜コンサートは18時半から開演です。また開演時間は公式からの発表はありませんが、おそらく2時間半から長くても3時間だと思います。21時までしか出演できない石松優奈ちゃんが最後まで出演するみたいなので、2時間半程度で終わると予想できます。卒業コンサートなどの特別なコンサートではないので、開演時間は3時間を超えないことがほとんどです。コンサートには福岡県内だけではなく、福岡県外から来る人も多いと思うので、特に日帰りで帰らなければいけない人は一つの参考にしてください。本日のコンサートの概要ですが、昼コンサートはドラフト3期生、5期生、6期生を中心に開催されます。出演メンバーは全員です。フォーカスされるメンバーがドラフト3期、5期、6期なだけで、その他期のメンバーも全員出演します。コロナ禍前からファンを続けている人は知っているとは思いますが、以前開催されたフレッシュコンサートとは異なります。あのコンサートは若手メンバーのみが出演して、先輩メンバーは出演しませんでした。フレッシュメンバーコンサートは博多座などで開催され、もちろん当時の僕も参加していました。待機列に並んで入場している時に、当時の HKT48 の支配人である尾崎さんからチラシをもらったことを今でも覚えています。若手メンバーだけで開催しないのかと思っているファンの方は少なからずいるとは思いますが、その理由はおそらく今のドラフト3期生、5期生、6期生メンバーではお客さんを十分集められないと運営から判断されたからだと思います。こればかりは今と昔では状況が違うので仕方がありません。夜コンサートは全員に注目したコンサートです。先輩メンバーである2期生、3期生、ドラフト2期生、4期生にも注目です。またコンサートといえば重大発表も気になります。まず一番初めに研究生の昇格発表があるかどうかです。現在研究生は石松優奈ちゃん、井原杏奈ちゃん、大内凛香ちゃん、藤野ココハちゃん、松本うららちゃん、安井ひなちゃんの6人です。個人的には一部メンバーが昇格するか、もしくは昇格発表はないと予想しています。理由は松本うららちゃんが活動を休止しているので、うららちゃんだけを残して他のメンバー全員が正規メンバーに昇格するのは少し酷だと思うからです。他にも次のコンサートの開催発表があるのかも注目です。最近は劇場公演の開催頻度が少なくなっていますが、コンサートの頻度だけは昔も今もそこまで大きな差はありません。コロナの影響などもあり、いろいろと大変なこともある中で、昔の HKT48 とほとんど変わらない頻度で開催できているのはグループとしての努力があってこそだと思います。しかし今の HKT48 にはグループとしての目標がないように感じます。昔はグループとしての目標が数多くありました。どんな重大発表であっても何かグループとしての目標を持って活動できる良い発表があることを期待しています。4月に入ったこともあり、新しく中学生、高校生、大学生、社会人になったメンバーがいます。中学生は石松優奈ちゃん、高校生は藤野ココハちゃんと渋井美奈ちゃん、大学生は大場梨咲ちゃん、社会人は石橋いぶきちゃんです。新生活を迎えて初めてのコンサートです。特に最年少の石松優奈ちゃんが中学生になったことで、夜の9時まで活動をすることができるようになりました。コンサートはもちろんですが、劇場公演も4月5日金曜日のパジャマドライブ公演で初めて平日に劇場公演に出演することができました。2022年に加入し2年が経ち、ようやく平日の公演にも出演できるようになりました。夜コンサートも最後まで出演するようです。石松優奈ちゃんだけではなく、新しく高校生になった藤野ココハちゃんや渋井美奈ちゃん、大学生、社会人になった大場梨咲ちゃんや石橋いぶきちゃんも活動の幅が広がりました。これからの活動にも大きな期待ができそうです。会場の最寄り駅である天神駅にやってきました。この場所からイベント会場である福岡市民会館に向かいます。あの円形の建物、あれが新しく来年3月からオープンする福岡市民ホールです。この会場がオープンするのと同時に福岡市民会館は閉館となります。福岡市民会館はオープンして約60年が経過し、老朽化の影響でかなり建物が古くなっています。そのため新しくこの場所に建て替えが決定しました。HKT48 が福岡市民会館でコンサートを行うのはおそらくこれが最後になる
なると思います。コンサート会場として立地なども含めて非常に優秀な施設であり、良いイベント会場でした。ファンの人によっては福岡サンパレスホールよりもいいと思っている人は多いのではないでしょうか。2022年から24年の2年間だけではありましたが、福岡市民会館でコンサートを見ることができてよかったです。福岡市民ホールでのコンサートがあればそれも楽しみです。ここを左に曲がると本日のコンサート会場です。4月なので桜が咲いています。前月から天候が悪く桜は本当に咲くのかと言われていましたが、このように桜の花を咲かせることができました。右手側のこちら側が福岡市民会館です。あれがイベントのグッズ販売の待機列です。グッズ販売は公演開始3時間前の11時からスタートしています。現在時刻は12時40分ですので、すでにグッズの待機列はある程度進んでおり、並びきれている模様です。このコンサートだけではなく、ほとんどの会場でグッズ販売が開始されるのは公演開始の3時間前であることが多いです。ちなみに完売状況に関してはデジタルオーダーシステムクイックオーダーで確認することができます。無駄に待機列に並ぶ必要がなくなるので、事前に確認しておくと安心です。また福岡市民会館の前にはレンタル自転車チャリチャリの駐輪場があります。チャリチャリを利用すれば簡単にこの場所に来ることができます。もちろんこの場所だけではなく、福岡サンパレスホールや福岡国際センター、マリンメッセ福岡も同様です。肝心のファンの人はどれぐらい来ているのかと、そこまで数は多くないように見えます。福岡市民会館の端から端まで今から映しますけど、数はそこまでいないですね。この会場のキャパが1770席なので2000人も来ることはありません。しかも本日のコンサートは当日でも予約可能なので、予約がなくてもコンサートを見ることができます。一昔前は当日に予約できるのはおろか、事前予約すら当選できませんでした。そう考えるとすごい時代になったものです。現在時刻が13時前です。13時から入場開始なので、そろそろレーンに並びたいと思います。多くのファンの方もスタッフさんの指示に従い入場の準備を行っています。スタッフさんが今声をかけて待機列に並ぶように指示をしています。それでは時間なので昼コンサートを楽しんでいきます。昼コンサートが終了しました。現在時刻が16時37分です。予想していた2時間半でコンサートが終了しました。コンサート終わっての感想なんですけど、若手メンバー中心のコンサートで一番先輩だった伊藤ゆえるちゃん、お疲れ様でした。同期が一人もいない、たった一人で若手メンバーのキャプテンとしてコンサートを盛り上げてくれました。今までにない役職であったことはもちろん、パフォーマンスなども今まで以上にスポットライトが当たっていたコンサートでもあり、非常に緊張したと思いますし、大変だったと思います。コンサート終了後の涙にその気持ちが現れていたと思います。またその他若手メンバーも今までセンターをやってこなかったメンバーや、あまり前列で踊ったことのないメンバーも注目されていました。例えば北川ひいろちゃんはセンター曲を複数任されたり、栗山里奈ちゃんは序盤でセンターポジションを踊ったりと、今まで前列に出てこなかったメンバーが今回のコンサートでは前に出てきました。また企画なども非常に工夫されており、予想できない面白さ、そして楽しさなどもあり、演出からコンサート中の MC、メンバー一人一人へのスポットライトの当て方など、総合的に完成度の高いコンサートだったと思います。最後に6期生の柳瀬玲也ちゃんが、今の HKT48 には偉大な先輩方が卒業されたことで不安を抱く皆さんも多いと思います。でも私たちはこれから変化をし続けていく HKT48 の未来を担う覚悟があります。もっと上に行きたい私たちの本気を感じてくれたら嬉しいです。今日は本当にありがとうございましたと話をしていました。普段は清楚で可愛らしいレイヤちゃんですが、心の中には熱い思いがあり、その熱い思いを今回のコンサートで初めて表に出してくれました。これからの HKT48 を担う覚悟を受け取ることができました。今から夜コンサートが始まります。夜コンサートはいつも通りのコンサートです。それでは入場列に並び夜コンサートを楽しんでいきます。夜コンサート終了しました。時刻が21時過ぎてます。この時期の21時なので日は完全に沈んで夜になってます。夜コンサートの感想なんですけど、春をイメージしたセットリスト、新生活をイメージする楽曲が多かったです。メンバーが客席に来てファンサービスを行ういわゆる練り歩きも3月9日の昼コンサート同様非常に多くて、ファンの人全員が楽しんでいました。内容そのものは3月9日の昼コンサートとほぼ同じと思ってもらえればいいと思います。詳しくは過去にその動画を上げているので、そちらを見てくださると詳細がわかると思います。夜コンサートは2つの大きな発表がありました。1つ目は6期研究生の昇格です。大内凛香ちゃんと井原杏奈ちゃん、そして藤野ココハちゃんの3人が正規メンバーに昇格しました。藤野ココハちゃんがチーム H、大内凛香ちゃんと井原杏奈ちゃんがチーム K4 です。同期からかなり遅れての昇格となりましたが、それぞれタイミングがあると思うので、このタイミングで昇格してよかったと、今から3年後、5年後、もっと言えば卒業する時に思ってもらえたらファ
ファンとしては嬉しいです。我々ファンもそうなれるように可能な限り全力で応援したいと思います。2つ目の重大な発表は松岡花ちゃんの卒業発表です。これに関しては僕から言えることはただ一つです。今までお疲れ様でした。アイドルとしてチーム K4 のキャプテン、そして過去のシングルのセンターとしてエースとして十分役割を果たしてくれました。正直アイドルとしてはもうこれ以上できることはないのかなと思いますし、本人も卒業発表後の話の中でアイドルは十分やりきったと話をしていました。花ちゃんが卒業することで次期チーム K4 のキャプテンはどうなるのか、そしてこれから先の HKT48 がどうなるかなど考え出すとキリはありませんが、今までアイドルとして活動してくれてありがとうございました。卒業は秋頃を予定しているとのことです。まだ詳細は全く分かりません。スケジュールは全く未定ですが、可能な限り花ちゃんの出るイベントには参加しようと思います。1ヶ月後の5月9日には東京の渋谷でコンサートがあります。7期生のお披露目があると発表されました。どのようなメンバーが入ってくるのかも今から非常に楽しみです。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。それではこの動画はこれで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。